ほらこういう車ですね。かっけえ。こういうのみたいです。あと改造車みたい。今年はもうちょっと旧車とか改造車とか、日本的な改造のものに集中していこうかなと考えてる。スープラも多すぎるんだよね。新しいスープラ。スティーブ敵天号の458イタリアに気に入ってもらえるかな。狭所のコンベンションセンターから外に出るといろいろこの周辺にもいろいろありますよね。その中の一つは東洋タイヤさんの東洋ウォークっていうのかな、東洋パスっていうのかな、外に結構かっこいい車展示されてますね、いつも。ただ意外と結構歩きますね。コンベンションセンターが一番奥にあるみたいで不親切だな、ちょっとな。もうあんまりどうのこうの言いたくないんだけど、もう案内とかもないし、こちらの担当のね、警備員の人に聞いても誰も何も一つも分かんないし、こういうところはな、もうちょっとしっかりしてほしいよね。あとゴミ箱全く足りない、全然ない。タバコ吸う方がいっぱいいるのに灰皿とかはない。そしたらね、みんな吸ってポイ捨てすることはということもあるので、ちょっとショックだね。もうちょっと国際的にね、コンベンションセンターやってるならもうちょっと考えなきゃいけないことがあるんじゃない。あと飲み物、食べ物を食べるところ、座るところはね、みんなね、あっちこっちに座ってるのでちょっと柄悪いもんな。もうちょっとその辺はね、しっかりしてほしいなっていつも思います。もう何年、6年、7年、8年前からもう来てるんだけど、毎年のようにピックアップトラックが増えてますね。大きいトラックどんどん大きくなってるんだけど、自分はもう飽きてないよ。トラック大好きなんだけど、今年はもう毎年取るので、今年はもうちょっと旧車とか改造車とか、日本的な改造のものに集中していこうかなと考えているので、ほらこういう車ですね。かっけえ。こういうのみたいです。あと改造車みたい。アメ車も見たい。旧車も見たい。旧車だな、今回はね。面白いのはやっぱりね、新しい車がもういいところいいんだけど、旧車はいいんだよね。味わってるもんね。俺のダットさん、日産サニーピックアップブルトラみたいにかっこいいピックアップがいい。いい車出ましてね、やっとここです。エイムゲインさんの車です。いいね。あとこのトラックかっこいい。これ日産のオーバーフェンダーだよね。俺のラプターはこういう感じって考えてたんだけど、やっぱりパンダもロケットバニーもここもやってますよね。ほらすごいな、かっこいいよね。初めてこんなかっこいい日産のピックアップ見てました。なかなかいいよね。車高端にするとかっこいいな。この車 TJ ハントさんの車ですの458ですね。で彼の車はもう先日できたばかりですね。手作りのオーバーフェンダー、ワイドボディなんですけど、彼の車と俺の車はなんかセットで一回走らせてみたいなと思う。可能なのかな。ちょっと自分の車できたら声かけてみようかなと考えているので、
本人はもう俺のレベルの YouTube のレベルより10倍100倍1000倍以上の有名人なんだけど、どうだろうね、スティーブ・テキテンゴの458イタリアに気に入ってもらえるかな。彼のやつはかっこいいんだけど、俺のやつは、まあ、派手っていうことにしとこうね。楽しみにしてます。 TJ ハントさんの458イタリアです。やっぱりスバルはかっこいいよな。もうこれ今最後に出ようとしたらこのかっこいいスバルが出てきました。ワゴンがいいよね。前から言ってるのはワゴンあんまり見ないからこそかっこいいなといつも思うんです。色もいいし。で、同じ YouTuber のクリスピーさんなんで、クリスピーメディアさんなんだけど YouTuber と Instagram で結構人気者ですの車両です。これ車ができたばかだそうです。で、ライトの方の改造も今日の朝まで頑張ってやっとできたんで、あんまり派手なライトとかこう LED 系はあんまり見ないからこそかっこいい車ですよね。それといい人も、ね、乗ってるし友達になったし、まあね、そういう車のイベントで新しい友達たくさん作れると、まあ、作れますよね。楽しいですね。車以上の意味では楽しく新しい付き合いとかもいっぱいできるからすごくいいです。スープラも多すぎるんだよね。新しいスープラもうできたばかなのに少なくても何台かな、20台でももう見てるんだよね。もうワイルドボディになってるやつと全然ノーマル、まあノーマルじゃないけどね、改造車ばっかりなんだけど、もう飽きたな、ありすぎて。どこでもね、多い、一番多い車じゃないのかな今年は。トラックの次にぐらいはね、台数的には多いのは多いな。なんか一気にこう出るとなんか面白みもなくなるんだよね、ちょっと。でもなんだかんだって正直にいろんな車の中で一番かっこいいのは間違いなくこのサニトラじゃないですか。旧車だろうが新車だろうがどの車だろうがもう狭小唯一トップじゃないですかね。スティーブのサニトラですね。最高かっこいい。いろんな人に言われてます。あのトラックかっこいいな、かっこいいな。その通りです。かっこいいですね。めちゃくちゃ気に入りました。これからもう狭小が終わってロサンゼルスに持って帰っていろいろこれからいじったり、まああれしたりする、まあいろいろこれからお楽しみにね。これからですね。すごい可愛いサニトラ、とりあえず走らせてみたいんだよね、アメリカで。まだそのねチャンスがまだできてないので、どうですか皆さん。サニトラ狭小デビューですね。いいな、サムズアップ。
店のスティーブです。こんにちは。ほら、新しいフェラーリですよ。ニュールック。その色はどっから来たかというと、この色ですね。ということは、これもですね、新商品です。Amazon Japan でスティーブ的視点を検索してもらえれば、新商品のトレーナーです。できたばかですよ。日本に先日送りましたので、明日、明後日からも出荷は可能ですので、チェックしてね。スティーブ的視点のオリジナルトレーナーです。フラリとのつながりが分かりましたか？チェックしてね。スティーブ的視点の商品も他にもサムズアップのステッカーもキーチェーンも何でもあるので Amazon Japan でスティーブ的視点を検索してもらえればサムズアップですね。よろしく。